こんにちは、グリプトです。本日も仮想通貨、ブロックチェーン界隈のポジネガファンダー、チャートなどをまとめて見ていきたいと思います。メンバーシップ動画も更新しましたので、まだ見てない方はそちらも見てみてください。ビットコインの価格は現在94,200ドルあたりを推移しております。発表された指標の方では、米雇用統計、米ミシガン大学消費者信頼感指数などがありました。米雇用統計は失業率が改善されてまして、米ミシガン大学消費者信頼感指数はですね、前回予想以下という結果になっています。市場ではこれまでの利下げに期待する声だけではなくてですね、トランプ氏の関税導入からインフレ、また今回の米雇用統計の結果もあってか、利上げの見解も一部で出始めている状態です。で、米雇用統計発表後はですね、米金利、米ドルが上昇してまして、米株各指数は調整、金ビットコインが強くなっている展開です。ビットコインは現在94,000ドル台、デイリーでもプラス推移となっています。個別株の方では NVIDIA のジェンスン CEO の量子コンピューターに対しての言及が未だに話題になってますね。量子コンピューターは実用化まであと20年かかるとコメントを残したことからですね、量子コンピューター関連の銘柄が軒並みデイリーでマイナス 50% と暴落しまして、未だに戻ってない状態です。で、これに対して量子コンピューター側の D-Wave の CEO とかがすでに実際に企業が使ってるよとかね、反論してはいるんですけども、状況は変わってないです。以前の動画でも何回か言いましたけど、何年か前と全く同じ展開ですね。その量子コンピューターの脅威とかで騒がれて、まだ実用化できてないチャンチャンで沈下するっていうね。量子コンピューターの時代がまだ先となると、またビットコインが強くなりそうですけども、市場は近々の米大統領の就任式 FOMC に注目してますね。あと他ではソルストラテジーズが転換社債発行からの2000万ドル調達を発表しています。これもソラナのエコシステムに追加投資されると見られています。デイリーではプラス 13.3% と比較的強くなってますね。ビットコインの先物の方では OI は全体でプラス 0.84%、額としては598億ドル相当、比率としては全体ではショートが 54.8%、バイナスミはロングが 61.9% と下寄りになっています。ETF は現時点では全体でプラス 0.34 億ドルの純流入となっています。90明け流出が収まっているように見えますね。香港はマイナス 27BTC と若干の流出となっています。今後の指標としては1月14日に米 PPI、1月15日に中国の実質 GDP 第4四半期、CPI、PPI、米 CPI、米ニューヨーク連銀製造業景気指数、1月16日にポーランドの中銀政策金利、オーストラリアの雇用統計、米小売、米フィラデルフィア連銀景況指数などが控えております。他各所の見解ではですね、金融アドバイザーが仮想通貨を進める割合が年間で 11% から 22% に増加しているとか、あとは欧州の MIC 規制によってユーロのステーブルの活躍が期待されるとか、あとはファンド面を見るとソラナよりも投機的な要素がより少ないイーサの方が期待できるんじゃないかというですね、ビットワイズ、JP モルガン、フィデリティらの見解が注目されています。そしてオンレンチャン企画ですね。前回、米市場休場前にですね、米政府のビットコイン売却承認のサプライズファンドが出て、数時間前に出した動画と状況が違いすぎることと、見てる方もですね、一つ前のフェーズの予想を見てても面白くないかなとも思ったんで、私がまた別な予想を出して、こっちに変更してもいいですかと聞いてですね、視聴者の方の反応を見る限りでは、それでいいということだったんですけど、ちょっとこの辺のルールを定めないといけないなと思いました。サプライズが出た場合ですね、米市場が開場する前に私が動画を更新できれば予想変更ありにしようかなと思います。で、動画が更新できなければそのままサプライズを受け入れて、ただ見守るみたいな感じにしようかなと思います。サプライズ込みの市場、エンタメなんで、今回からこのルールでいきたいと思います。なので最後に投稿した予想を元に判定していきますと、前回の私の予想では米市場休場を迎えてもですね、ニューヨークタイム中に米政府のビットコイン売却承認のファンダが効いてくるんじゃないかと、また米国の時挟んでですね、ETF 民もそこから動き出すんで、下が優勢と見て1月11日 AM6 時点のビットコインは前回の 93,175 ドルよりも下という予想でした。結果としてはサプライズファンダが出た後もですね、最安値が 91,200 ドルと耐えてまして、でその後ビットコインの1時間足が14本連続の陽線というですね、記録的な数字が出ています。でそして昨日の米国統計後、米株は下がってるんですけども、 ETF も大きな流出もなくですね、金ビットコインは上向きとなってまして、判定時刻の1月11日 AM6 時点のビットコインは 94,669 ドルということで、前回の 93,175 ドルよりも上なんで外れです。
予想変えても変えなくても外れでした。はい、続いて本日は土曜なんで、次回は次の米市場平常日1月14日 AM6 時点の予想ですね。上にします。米株の調整が気になるところですけども、現在は金との相関樹脂、あと量子コンピューター懸念が少し弱まったことと、注目されてた米国時計が終わったというのもありますし、指標も来週までないんで、現時点では警戒解放からの上が優勢になるんじゃないかなと思いました。なので1月14日 AM6 時点のビットコインは現在の 94,316 ドルよりも上、これでいきたいと思います。個人的には1月13日の23時半、米市場開場時に米株との相関がどうなるのか注目したいと思います。今後の展開に注目ですね。あとはイーサーですね。イーサーの価格は現在3240ドル、BTC 建ては 0.0344 と、先物の方では OI は全体でマイナス 0.64%、額としては282億ドル相当、比率として全体ではショートが 53.3%、バイナスミはロングが 83.1% と下寄りになっています。ETF はまだ各社流出出てまして、現時点では全体でマイナス 0.68 億ドルの純流出となっています。香港もマイナス 414.71 イーサと流出となってますね。BTC 建ては 0.035 を割ってます。時間足ではギリギリそこを守ってますけども、ファンダとしては変化なしですね。ドル当てでも4000ドルを超えるというよりかはですね、3200の底を守れるかが焦点になっているような気もします。イーサが単独で強くなれるのか注目ですね。あとその他の動向では各国で動きが出てます。まず米国では消費者金融保護局 CFPB がステーブルコインの規制に向けて新たな提案を出したとされています。で、この CFPB もトランプ氏が大統領就任時に新たな局長が任命される予定なんですけども、現在のバイデン政権の局長チョプラ氏がギリギリまで行動していると、これも先日の米政府のビットコイン売却承認の動きと同じで最後まで抗っていると見られています。あとは米国のデジタル資産小委員会の委員長がほぼ決まってまして、上位の委員長はシンシャ・ラミス氏、下位の委員長はブライアン・スティール氏が任命されるとされています。どちらも共和党トランプ派、仮想通貨派ということで、その後の動向が注目されてますね。あとはサークルがトランプ大統領就任式委員会に100万ドル相当の USDC を寄付したことを発表しています。先日もリップル人がトランプ氏と会談したのも話題になりましたけども、連日仮想通貨界隈のロビー活動が目立ってますね。あと欧州英国方面では英国が仮想通貨のステーキングを従来の集団投資規制から除外する法改正をしています。これによって英国内の事業者がステーキングサービスを提供できるようになったとのことです。あとはスタンダードチャータード銀行が EU で暗号資産保管ライセンスを取得、サービス提供を始めると発表しています。あとはジェミニが欧州でのサービス拡大のために幹部を3名採用したことなどが話題になってますね。MICA 規制施行後ですね、各事業者の欧州方面での活動が活発になってきている印象があります。あとその他の国ではケニアが暗号通貨の合法化を進めているという報道が出てます。ケニアはこれまで中央銀行が仮想通貨の使用に警告を出したり規制側だったんですけども、今後は方針転換して税金などをしっかり決めて対処していくと見られています。あとは香港が銀行のブロックチェーンの利用を推進するためのインキュベーター導入を発表しています。主に預金のトークン化のための設立と見られてますね。あと他ではバイビットがインドでのサービス提供を一時停止すると発表しています。インドの規制に対処するために今後は資金の引き出しのみ可能になるとされています。最近バイビットのサービス停止が目立ちますね。あと事件的なものでは韓国の芸能プロダクションキューブの CEO が仮想通貨投資詐欺で告発されたのが話題になっています。報道では利益を保証すると謳ってですね、知人にネスレへの投資を推奨していたとのことです。当時はですね、このキューブ自体がネスレに投資したという報道が出たりして2022年に10倍まで急騰してるんですけども、現在はほぼ全元となってます。上がってる時はいいんですけどね、下がって損している人が多くなった途端告発されて終わる、そんなケースが多いですよね。あとはゴミ捨て場から 7500BTC を掘り起こそうとしている男の訴訟が却下となっています。これも随分前に取り上げた記憶あるんですけど、このハウエルズ氏が 7500BTC を保有してたのにハウエルズ氏の元恋人がハードドライブを捨てたと。でこのハウエルズ氏曰くですね、ゴミの埋め立て地に今もあるはずだということで掘り起こさせてくれと市に要請したんですけども、市はですね、ゴミの埋め立て地に入った瞬間に市の所有物となるんで
掘るのは禁止と言って拒否しました。で、これに対してハウエルズ氏が死を訴えてたんですけども、訴訟の合理的な根拠がないということで訴訟が却下されたという話ですね。7500BTC って7億ドル相当なんで、なんか当時はね、これを掘るために人が集まってチームが結成されたとかいう話もありましたけど、この話が事実なら 7500BTC セルフボックス実質バーンみたいな感じになっちゃいますね。あとはタイでビットコインのマイニング機器996台が押収となっています。電力メーターを改ざんして正規の電気代を支払わなかったことから押収されたとのことです。マイニング関連の電力盗難事件結構ありますよね。あとアルト関連ではリップルのステーブル RLUSD のその後の動向が注目されています。現在はビットスタンプでの上場が発表されてますけども、リップル社からもですね、今後は徐々にサービスを拡大していくと発表されてまして、勢力拡大が注目されてます。ステーブルのシェアは未だに USDT がダントツトップですけども、今後リップルのステーブルが食い込めるのか注目ですね。あとはシンセティックスの先物 DEX がアービトラムチェーンの廃止を発表しています。今後はベースに注力していくとのことですね。アービトラム自体も先日の韓国ロッテの助成金提供などファンダ出てますけども、周りの動きを見るとですね、やっぱりちょっと厳しくなってきてる印象があります。アーブの価格は現在 0.73 ドル、時価総額は50位ですね。ここから反転できるのか注目ですね。あとはワールドがスキャン1000万人超えを発表しています。ワールドアップに関してはダウンロード2000万件突破とのことですね。このワールドに対して警告出している国もありますけども、利用者は着々と増えているようです。ワールドの価格は現在 2.1 ドル、時価総額は72位ですね。こちらも上へ向かえるのか注目ですね。あとその他資金調達関連では AI 企業のレナラブスが330万ドル調達、ディーピンのスターバワーが新たに250万ドル調達を発表しています。これらの今後の展開にも注目ですね。今日はこのところですかね。何かありましたらコメントいただけるとありがたいです。よければチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。